皆さんお久しぶりです5ヶ月ぶりということで何してきた？そうね、my life has changed 5ヶ月ぶりに Over the Bubbly 復活でシーズン2スタートです。スタートしました。 イエーイ Welcome back。 今日はせっかくfirst episode ちょっとセレブレーションということで、素敵なドリンクを用意してもらってるんだよね。そうです。今日の素敵なドリンクを用意してくれたのは私たちのお友達でもあるひでみ AKA スーイエーイ Welcome to Over the Bubbly Congrats! Season 2! Thank Here's you. your drink. I made it for you guys. 嬉しいお昼から So, cheers! Cheers! Season 2! Congrats! Thank Thank you。 美味しい。何これは？これはさきこのなんかクールなイメージを思い出してモヒートを作りました。そうちょっと甘くない、柚子の黄身のスパークリングウォーターを使って、さっぱりと飲める感じで、紅はベリーを入れて可愛いイメージだから、そうありがとみかんのスパークリングウォーターを入れてう。さっぱりと。これみかんなんだ。隠し味だね。なんかベリーと合う。そうそうそう、へー入れた時のグラデーションとか色がすごい綺麗なんですよ。ウェブサイト見たらサトウキビって書いてあったけど、少しそのサトウキビ入ってそる。れはジュースの方で、じゃあこっち入ってないんだそうよね。 2つ種類があって、瓶がジュースの炭酸、でこの缶がスパークリングウォーター、本物の果汁を少し絞ってるから、最高。少しね、It's not boring、なんかちょっと果汁の味がしつつ、でも無糖ですごいヘルシーな、だからリンゴはリンゴの甘さしかないから、すごい最高。ありがたいよね。No そう sugar added。ちょっとシュガーコンシャスな人には、子供とかにもすごい。ありがとう。Thank you so much。 Thank you。っていうかすごい素敵な発表がありましたね、ベニさん。そうね、my life has changed。まず今日のカクテル、実はノンアルなんですが、はい。先日発表したんですけど、第2子を授かりまして、今妊娠6ヶ月目です銀の中なんか衣装大変ね。今すごいこのワンピースがどんどんかわいそうな、それこそ妊娠発覚した時、さっきことちょうどプチ旅行中で、そう、また一緒だった。前回も一緒だった。そうそれがねすごい奇跡な、多分私の赤ちゃんを運んでくれた人、そうです河野鳥咲子です、っていうぐらい毎回発覚するタイミングで会ってるんだよね。でそこから多分会ってないと思うのね、ほぼ。っていうのも2ヶ月近くつわりがとんでもなく辛くて、でやっと夏の終わりぐらいから仕事も変わらずライブもしたりしてたし、活動はしつつも結構最初の2ヶ月は辛かったな。ね、ちょっと心配してた。子供いるしね、子供いて世話しながらつわりしながら仕事ってちょっとすごいよね。ウルトラヒューマンビーイングなのよ何でもだからなんとかなるんだよねそうかもね、なんか思ってるより自分って強いんだなとか、発見がいっぱいあって、でさらに強くなれるんだよね、多分それで、自信もつくし、それこそこの間話してくれてた宴、宴という番組に出てたのね。その間絶賛つわりピークの時でもなんかやっぱ歌をちゃんと届けなきゃっていう気持ちがやっぱ力になって忘れちゃうぐらい、なんか幸せを感じてたのね。で楽屋に行った瞬間なんかおえっていうそうなんだ。だからね、なんか不思議とねパワーがねなんかみなぎるっていうか、スイッチが入るんだね、スイッチがプロのね。
でもほらさっきも言ったけどさ、顔がさなんか、アニメーション化されてるじゃん最近。どういうこと？多分お母さんになってこう目がさこうちょっとこう柔らかくなって、なんか目が四角、なんか昔子供の時さセーラームーンの目とか描く時四角に描いてたじゃん。覚えてる？覚えてる。わかる？あの目に似てるってことですか？そうだからベニと写真撮るとなんか隣のベニのなんか顔が目がもう大きすぎて。だって皆さんどうですか？褒め言葉ですかそれ？褒め言葉もう日本人大好きでしょそのアニメみたいな目。ありがとう。さきこはどう？最近どんな夏過ごしてた？この5ヶ月忙しそうだったよね。そうなんか会社作ったって言ったじゃない去年、5月決算だったのね。おお。だからめっちゃ忙しくて。そうだよね。ひたすらもうファースト決算でしたおお。もうとにかくひたすらがむしゃらなんか仕事して、お店セレクトショップもやってるじゃない、でアデライデとアディションが20周年で、アデライデが去年30周年でちょっとコロナでやらなかったんだけど、周年で今年リニューアルするのね、で共通したスペースを作ってコーナーを作って12月にちょっとセレブレーションするのね、そう私はだからもうひたすらもう1年目だったんで仕事をしました。そうか、引っ越しもしたしね。そうもう全てこう変わったって感じ。引っ越すと変わるでしょ。変わる、なんかすごい波動が変わるっていうか、新しい人たちに出会うし、こうなんて言うんだろう、もう全体的にいろいろ変わった。ビジネスもそうだし、新しいチャンス、オポチュニティ、機会がすごいどんどん入ってくる感じだよね。それ絶対引っ越しのおかげもあると思う。私方位見てよかったね、私ね。じゃあその話してよね。そうだ、めちゃくちゃ方位を意識して今のところ決めたもんね。そう、方位意識しすぎて7年ぐらい引っ越せなくてやっと引っ越したらもうすっごいいいとこで、やっぱりそういう毎日過ごす場所ってもうちゃんとお金かけてそこに投資するべきだなってすごい思った。自分がこう出来上がる場所だからモチベーションにもなるし、ベニのインスタで事前に募集した Q&A に答えていきたいと思います。妊娠中の体型維持について教えてほしいです。体型維持はもう元気になってからはもういつも通りのアクティブな自分に戻ったからかもしれない。まずつわり中にちょっと痩せたから、太らなかったっていうのはあるけど、あとはもういつも通りジムに通っているし、もちろん妊婦メニューにはちょっとデフォルメしてもらってるけど、あとはもう変わらないかな、やってることは。さきこさんがベニのライブに参加することはある？質問なんだけどする？参加したいの。したい？夢があります、私は。分かった、じゃあちょっとオーディションを。ウクレレって思うけどダンスも好きだからしれっと1曲、ダンスバックダンサーなんか途中出てくる。3人ぐらいいる時ないの、バックダンサーが。あ、じゃあもうその子たちともうリハしてみたいなことするってこと？すごいねそれ。逆に本当に感心するかも。じゃあそれサプライズでやってよ。あ、ベリーにサプライズ、実は私だったんだよ。だっていうドッキリ。トントンって後ろから実はってやばいねそれは。じゃあ皆さん交互期待。はい、2人は喧嘩しますか？喧嘩という喧嘩するか。この前したよね。はっきり物事多分私たち包み隠さず言うから、でもそれで割とちゃちゃっと片付けておしまいっていう、大人だからはいおしまいみたいななんか言えるじゃん。なんか子供だとさ、ちょっと根に持ってさ話せなくなるとかあるけど、もう意味がないからそれやってても、だからはいおしまい、はい会おうみたいな、そういうなんかいいよね、そういう風にできるのは。そう、ぜひそうしてください。はい、気持ちよくね付き合いたいしね。そう続いて、コロナが落ち着いたら2人で海外に行くならどこがいいですか？私はさきこのパリ出張の最後らへんに登場して南フランスに行きたい。いいね。あとそれでいいじゃん。
私もある。何どこ行きたい？モロッコ。いいね。なんかイヴ・サンローランのお家とか見てみたいし、私もモロッコは行ったことあるけどそこはないから。行ったことあるんだ。昔ね。最後の質問です、うん、自分らしさが分かりません。どうすれば自分らしくいられますか？落ち込んだりイライラする時の2人のストレス発散方法は何ですか？自分らしさは多分自分との会話だと思う。じゃあ明日の予定があってなんかだるい、なんか億劫だなってあるとしたら、ね、本当に行きたいのそれとか、本当に行かなくちゃいけないの、わかる。どうしてそういう気持ちになってんのとか、なんか自分に問うことって、たまに大事だなってすごい思うの。でまさにそうだね。そういう短期間の予定だけじゃなくて今後の自分とかもたまにちょっとミーティングする。自分とミーティングしてちゃんと自分がどうしたいかをアナライズ、自分で分析する。そうで、そうすると多分ね見えてくると思うの。意外と私超気使ってイエスって言ってたけど本当は気持ちはノーだったんだなっていう発見があると思うので、そうすると自分らしさというか自分が本当に何が気持ちいいのかとか求めてるのか見えてくるから、多分人と会ってばっかりとかずっと仕事で気使ってたりとかしてると忘れちゃうんだよね、自分の気持ちのことを。だから一回自分とのミーティングだね、いいと思う。ストレス発散方法は？ストレス発散法、これも話したよね。飲んで寝るみたいな、友達と会ったり、愛する人たちに囲まれてる時がやっぱ幸せじゃん、家族でもそうだし、だからそういう他人のパワーをもらいつつ、基本ぐっすり寝れば私は結構ストレスって発散できる、昨日も10時に寝た。私も10時半ぐらいに寝た。本当？なんかザ・カダーシアンズ見てるんだけど、Hulu のやつ、そこで極度のストレスを感じたらもうクロエも姉妹たち、みんな枕に向かって思いっきり叫んでるってで私もって言ってたからほんと効くんだと思った。やったことない。やってみよう。やってみたいと思ったのそこまでもう極度なストレスは感じてないけどでも分かった。私やっぱ歌ってるからさ、多分すごいそれでも発散できてるかも。声出すって大事なのかもね、カラオケそれある。カラオケだね、カラオケでも思いっきり超大音量で歌いまくったら絶対発散できると思う、でも今日やってみない？思いっきり枕に向かってもう狂ったかのように叫んでみない？やってみようかなと思ったんだよ。そしたら報告し合おう、また皆さん every week over the bubbly、ぜひ楽しみに待っててください。それではまた来週 See you next week. Cheers!